こんにちは、ギュンター律子です。今日はベルリンのグルーネバルト駅をご紹介します。グルーネバルトとはベルリンの西にある3000ヘクタールにも及ぶ森を指します。1879年にできたこの駅は、かつて森を散策する市民が利用していましたが、1900年頃からはここは高級住宅地として発展し、富裕層の人々が使う駅として拡大されました。この古い小さな駅には悲しい歴史があります。それでは今は使われていない17番線プラットフォームを見てみましょう。1941年10月18日、ここグルーネバルト駅17番線からユダヤ人の強制移送が始まりました。その行き先はユダヤ人居住地ゲットーのあったポーランドのウッチ、ラトビアのリガのゲットー、ワルシャワのゲットー、チェコのテレジアンシュタットのゲットー、そして絶滅収容所アウシュビッツでした。それぞれのゲットーもまた絶滅収容所への中継地に過ぎませんでした。こうしてベルリンのユダヤ人5万5千人以上が犠牲となったのです。17番線ホームにはこのようなプレートが186枚はめ込まれており、一枚一枚に列車の出発した日付、ユダヤ人の人数、行き先が表示されています。1998年、ドイツ鉄道株式会社は前身であるドイツ帝国鉄道の犯罪の歴史の記録をこの186枚のプレートに記しました。この記念碑はユダヤ人シンティ・ロマに対する殺害の象徴であると同時に、ドイツ鉄道もナチスの犯罪に加担していたことを謝罪する意味を持ちます。線路の端に植えられた白樺の木は、二度とここから列車が発車しないことを象徴しています。最初の強制移送から50周年となった1991年、ベルリン市が追悼モニュメントを募集し、コンテストで優勝したのがこのポーランド人の彫刻家カロル・ブロニャトフスキーによる作品です。長さ20メートルのコンクリートブロックの中に人物の形をした空洞を作り、その喪失感を影で可視化しています。死へと続く絶望の行進です。ベルリンに住むユダヤ人たちは
スーツケースを持ってユダヤ人学校やシナゴーグに集合するよう命令され、そこから8キロ離れたこのグルーネバルト駅まで徒歩で向かったのです。今年は最初のユダヤ人強制移送から80周年です。10月18日、この17番線ホームでは犠牲者追悼式典が執り行われ、ドイツ連邦大統領シュタインマイヤー氏が次のようにスピーチをしました。ユダヤ人が社会から隔離され、嫌がらせを受け、権利を剥奪され、最後には死の旅に送られたという事実を私たちは今でも恥じています。衝撃的な事実は誰もが見ている中で行われた犯行だということです。忌まわしい恐ろしい真実です。しかし過去を振り返るとき、この国で未だに繰り返されているユダヤ系ドイツ人に対する誹謗中傷や暴力について考えないわけにはいきません。私たちはこれらの反ユダヤ主義的な考えや行動を二度と容認してはならないのです。森に隣接したグルーネバルト駅はひっそりと目立たない小さな駅です。